日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。私は毎日日本語話者ではない人、特に中国語話者の方たちに日本語を教えていますが、生徒さんたちがすごくよく間違える文型がいくつかあります。今日はそのうちの3つである何々によると、何々によって、そして何々によっては、この3つがどう違うのか、使い方や意味はどうなっているのかについてお話ししたいと思います。この3つは見た目はそっくりですが、意味や使い方はだいぶ違います。ですから間違って使うと文の意味が全然通じなくなってしまいます。ぜひ今日の動画を最後まで見て、この3つの使い方をマスターしましょう。じゃあまずこの文はどうでしょうか。天気予報何々、明日は雨だそうだ。これは天気予報によるとですね。この何々によるとっていうのは、ある情報の根拠とか情報源を表します。大抵前の方にこのよるとがある場合は、後ろに何々そうだが続くことが多いです。このそうだについては、目のそうだと耳のそうだの2種類あって、それぞれ使い方や意味が違いますけど、まだこちらの動画を見ていない方は後でご覧ください。そして何々によるとを何々によればに変えても同じ意味になるっていうことも覚えておくといいと思います。ただこの何々によると何々そうだという言い方はかなり硬い言い方です。新聞とか論文ではよく出てきますけど、日常生活では例えば天気予報で言ってたけど明日は雨らしいよなどの言い方の方がよく使いますね。では次の文はどうでしょうか。先生何々、あの大学のテストは難しいらしい。これも先生によるととか先生によればが入りますね。もちろん口語なら先生が言ってたけどあの大学のテストは難しいらしいよに変えることもできます。このように何々によるとの使い方は、情報の根拠とか情報源を表すという意味しか基本的にはないので、結構覚えやすいと思います。じゃあこんな例を考えてみましょう。田中さんは平日は毎日7時間半寝ます。でも週末は10時間以上寝ます。こういう場合何と言えるでしょうか。田中さんは、これは日によってはですね。によってはがあります。ある日は7時間半寝るけど、また別の日は10時間以上寝るっていうことですね。この何々によってはっていうのは、ある一部の場合はこうだっていう意味ですね。ですから時々この言葉は特別な例を挙げる時にもよく使われるんです。例外的な場合を表す時ですね。じゃあこんな場合はどうでしょうか。例えば A さんの1年間の収入は150万円です。 B さんの収入は300万円です。 C さんは600万円、 D さんは1200万円ですね。こういう場合、人何々年間1200万円の収入がある。これは人によってはですね。逆に人によっては年間150万円の収入しかないということもできますね。ですからさっき出てきた睡眠時間の話では日によってはでしたけども、日によってはというのはある日はという意味だし、人によっては
っていうのはある人はという意味になります。ある一部のという意味ですね。この何々によってはの何々の部分によく入るのは場合によっては、場所によっては、日によっては、人によっては、これらの単語ですね。もちろんその他にもいろいろ入りますけど、代表的なのはこれらです。では次のような場合はどうでしょうか。地震何々100人以上の怪我人が出た。はい、これは地震によってですね。この何々によっては原因を表します。特にさっき出てきた何々によってはと今の何々によってはわがあるかどうかの違いしかありませんが、使い方や意味は結構違っているので注意してください。またこの原因の何々によってはもう少しフォーマルな言い方をしたい場合には何々によりに変えることもできます。例えば地震により100人以上の怪我人が出たに変えることもできますね。じゃあこんな場合はどうでしょうか。研究何々新しい治療法が見つかった。インターネット何々世界中の人と連絡が取れるようになった。このプロジェクトはチームの協力何々成功した。これはすべて何々によってですね。この使い方は手段を表す使い方です。研究によって、インターネットによって、チームの協力によってのように手段を表す単語です。じゃあ手段だったらどんな単語でも使えるんでしょうか。実はそういうわけではないんです。例えばこんな文はどうですか。ハサミ何々髪を切る。これはハサミでですね。ハサミによってではありません。つまり私たちが日常的に使う個人的な道具にはでを使います。によっては使うことができませんので注意してください。このことから手段としてのによっては新聞とか論文などの硬い文でよく使われて、日常会話ではあまり使われないっていうことがわかりますね。では次の文はどうですか。電球はエジソン何々発明された。これもエジソンによってですね。同じような例でこのような文はどうですか。この本は世界的に有名な作家何々書かれた。これも有名な作家によってですね。つまり書かれたとか発明されたなど受け身の文にこの何々によってが使われるっていうことなんですけど、じゃあ受け身の文だったら何でも使えると思いますか。そうじゃありません。例えばこんな文はどうですか。私は母何々叱られた。これは母に叱られたですよね。このような一般的な文ではにとしか言えません。母によって叱られたとは言えないんですね。ではどんな時に受け身文でによってを使うと思いますか。それは何か新しいものを生み出すことと関係がある動詞の時です。さっきの例文では発明するとか本を書くなどの動詞が出てきていましたけども、これも新しいものを生み出す何かクリエイティブなことと関係がある動詞ですね。これ以外には作る、設計する、発見するなどの動詞にこの何々によってが使えます。そしてさっき出てきたエジソンもそうですけど、誰か有名な人が動作主である場合が多いんです。これらの注意点も覚えておいてくださいね。
じゃあ先ほどの田中さんを覚えていますか？田中さんは平日は毎日7時間半寝ますが、週末は10時間以上寝るっていうことでしたね。それでさっきの例文では、田中さんは日によっては10時間以上寝るというのがありましたけど、この言い方は田中さんの状況の一部分を表すものでしたね。では、この同じ状況を別の言い方で表すことはできるでしょうか？田中さんの睡眠時間は日何々違う。これは田中さんの睡眠時間は日によって違うですね。こんな風に何々によって違うとか、何々によって異なる、何々によって変わるという言い方をすることができるんです。じゃあさっきも出ていた A さん B さん C さんのことを考えてみましょう。 A さんの1年間の収入は150万円、 B さんは300万円、 C さんは600万円っていう例ですけど、これもどのように言い表せると思いますか？収入は人何々違う。これも人によって違うと言えますね。じゃあもしあなたの上司の性格が気分屋さんだとするとどう言えますか？うちの上司はその日の気分何々態度が変わるので困る。これもその日の気分によって態度が変わるですね。こんな風にある状況によって別の状況が左右される。A によって B が変わるっていう時に、この何々によってをよく使います。さっき出てきた何々によってはがある方はある一部のっていう意味でしたけど、今回の何々によってはがありませんし、使い方も違っています。そしてこの何々によっての後ろは大抵違う、異なる、変わる、変化するなどが続きます。このこともぜひ覚えておいてください。そしてこの何々によってを何々によりますに変えると、実は質問の答えとして使えるんです。例えば何か質問された時にはいともいいえともはっきり言いにくい場合ってありますよね。そういう時は何々によりますと答えることもできるので、すごく便利なんです。例えばあなたは毎日何時間働いていますかって聞かれた場合、どう答えられますか？日によりますとか、週によりますとか、月によりますなどと答えることができますね。また、あなたの同僚はみんないい人たちですかと質問された場合、それは人によりますと答えられるかもしれませんね。じゃあ、あなたの上司は親切ですかって聞かれたらどうですか？例えば、日によりますとか、その日の気分によりますと答えることができるかもしれません。さて、この何々によってには本当にたくさんの使い方と意味がありましたので、頭の中で整理するのがちょっと大変かもしれません。これらすべての何々によってはフォーマルな文では何々によりに変えることもできるっていうことを覚えておいてください。それと比べると何々によると何々によっては使い方が基本的に一つしかありませんでしたので、覚えやすいと思います。はい、じゃあ復習してみましょう。この文の空欄には何が入りますか？ホテル何々、ペットと一緒に宿泊できるところもある。これはホテルによってはですね。つまりあるホテルはそれができるけどあるホテルはできないっていう一部の特別な例を表す何々によってはでしたね。じゃあ最後にこの3つを考えてみましょう。先生何々、教え方が違う。先生何々、このクラスは優秀な人が多いそうだ。
この記念碑はある有名な先生何々建てられた。答えはまず先生によって教え方が違う、 A によって B が変わってくるっていう使い方でしたね。そして2番目が先生によるとこのクラスは優秀な人が多いそうだ。これは情報源を表しましたね。そして最後がこの記念碑はある有名な先生によって建てられたですね。これは受け身を表すによってでした。全部正解できましたか？この他にも教科書ではあまり詳しく教えてくれない日本語の微妙な違いについてシェアしています。見逃したくない方はチャンネル登録をおすすめします。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。